SDGs と人身取引、現代の奴隷制ということでお話ししていきます。このミニレクチャーでお伝えしたいこととしては、NFSJ のこの活動、それから人身取引、現代の奴隷制とはどんなものか、そして SDGs との関係、で奴隷状態にはどうして陥ってしまうのか、それから日本においてどんなことが起きているか、そして最後に私たちにできることをお伝えしていきたいと思います。Not for Sale Japan ですね、さっき大倉真理子さんの方からお話ありましたけれども、人身取引現代の奴隷制問題を知らせる活動を主にやっています。2011年にアメリカの NGO Not for Sale の日本支部として発足しまして、今年の7月で10年になります。私たち2つのネットワークに所属していまして、1つは人身売買禁止ネットワークというものです。チナティップ。で、政府や国連機関、あるいは一般の方へのセミナーなどで働きかけを行っています。もう1つ、消費から持続可能な社会を作る市民ネットワーク。こちらは環境団体とか、消費者団体、それからアニマルライツの団体などと一緒になって、エシカル消費を進めるプロジェクトを行っています。はい、さて、これでですね、人身取引と現代の奴隷制というお話に入っていくんですけれども、世界には、ここ、数字が入ります。何人以上の奴隷がいる。ここ、午前の、セッションでもですね、聞いてくださった方はもう分かってらっしゃると思いますけれども、今、奴隷という言葉、とてもちょっとって思う方も多いとは思うんですけれども、奴隷状態になっている人たちですね、世界には4000万人以上の奴隷がいるというふうに言われています。で、奴隷っていう、現代奴隷という言葉と人身取引という言葉、2つ使ってますけれども、人身取引の方には国連が定義をしています。まず目的というのが一番大事で、搾取、人を働かせて不当に利益を絞り取るということを目的にして、暴力や脅しや騙しなどなどの手段を使って、人に仕事を斡旋したり、引き渡したり、移動させたり、監禁したりする行為のことを人身取引というふうに言っています。ざっくり言ってですね、人身取引とは人を奴隷にするプロセス、そして現代奴隷とは人身取引の被害者、要するに、結果ですね、人身取引の結果というふうに考えていいと思います。で世界中で起きている人身取引奴隷労働ということで、ここに写真を載せましたけれども、もうほんの一部ですね。ここの西アフリカのカカオ農場での児童労働人身取引というのはもうカカオ農場、皆さんのよくご存知、チョコレートの原料になっているカカオ農場とか、あるいは漁船の上での奴隷労働、鉱山での奴隷労働、あと、労働だけではなくて売春の強要のような性的な、仕事をさせるということも人身取引の大きな一つのカテゴリーです。それから児童兵士とか物乞い。これは午前中に、子どもの権利の話を、本の紹介のところでですね、本と映画の紹介のところでしましたけれども、そこでも出てきました。児童兵士のために、子どもを奴隷にする、人身取引をする。あるいは物乞いをさせるためにするっていうようなことも、行われています。ということで、今見てきたような人身取引の種類ですね。それを目的別にこうやって、並べてみると、まず労働搾取、労働分野の人身取引と言われるもの。それから性的な仕事などをさせて利益を絞り取るという性的な人身取引。それから臓器摘出のための人身取引。臓器売買ですね。本当にひどい話なんですけれども、これは本当に闇ルートでなされていることがありますけれども、この3つのですね、労働分野、性的分野、そして臓器売買目的のこの3つが割と有名です。ただそれ以外にも先ほど言いましたように物乞いをさせるとか、軽犯罪というのはスリだったりとか、そういうことをさせるために、人を自主取引するっていうようなことがあります。はい。それからですね、加害者の主体別ということで、実は加害者っていうのは、企業とかお店だったりとか、そういうところだけじゃなくて、国家がね、主体となっている場合もあるんですね。で、軍だったり刑務所などで働かせているっていうこともあります。で、民間は多分皆さんご想像つくと思いますけれども、それにプラスしてインフォーマルセクター、暴力団とかそういったところですね、本当に目に見えないマフィアとかももちろん、加害者になっています。
で、ここからは今日、横浜、ごめんなさい、横浜 SDGs、SDGs 横浜シティということで、SDGs との関わりということをぜひですね、知っていっていただきたいんですけれども、現代の奴隷制、人身取引っていうのも SDGs の一つの、一部門に出てきます。で、きちんと目標8、ターゲット7というところには、働きがいも経済成長もっていう中にですね、強制労働、現代の奴隷制、人身売買などなどをですね、終わらせるために努力をしましょうというようなことが出てきています。それから実はここだけではなくて、目標5、ターゲット2には、これはジェンダー平等を実現しようというところですけれども、女性や少女に対して人身売買や性的な搾取などを、やめるようにしましょう。やめるというよりもですね、禁止していこう、撲滅していこうというふうになっています。それから、目標16、ターゲット2。こちらには子どもに対して虐待搾取取引を撲滅していこうということが掲げられています。全部で、いくつでしたっけ ?60、69、違う、もっといっぱいありますね。たくさんある、169かなSDGs ターゲットありますけども、少なくともこの3つの中に人身売買とか奴隷とかいう話が出てきています。で、次にですね、奴隷労働ということですけれども、どうしてこういう状態に陥るのかっていうことの説明なんですが、今はその奴隷、昔ながらの奴隷っていうと皆さん足かせ、手かせ、それから鎖につながれてとか監禁されてとかっていうことを思い浮かべるかもしれませんけれども、実は今非常に見えにくくなってるんですね、奴隷状態にあっても。っていうのはどういうことかっていうと、実は自由な身で、外を歩いているように見えても、借金というものに縛られている。借金返済という、形によって、奴隷状態になっている。それはどういうことかっていうと、まず最初に、職を求める場合が多いと思うんですけれども、楽にたくさん稼げるよっていう、こういう巧妙な勧誘がまずあるんですね。で、ところが、ブローカーというか、斡旋業者というか、そういうところが、楽にたくさん稼げるからっていうことをまず言って、だけども、そのためには、そういううまい仕事に就くためには、紹介手数料とか保証金とか払ってもらわなくちゃいけません。あと、渡航費とかも、本当は数万円で済むようなところが、数十万円の渡航費、要するにぼったくりですね、そういうようなことを請求したりとかするんですね。でも初めてそういうような仕事をやろうと思っている人、海外に行って出稼ぎしようと思っている人たちにとっては、よくそれはわからない。で、しかも、たくさん稼げるって最初に言われてるので、これぐらい借金しても全然返せるっていうふうに思い込んでますから、そうすると、別に不当な借金っていうよりも自分から借金をして、でも働きに行きたいっていう、そういうふうな気持ちにもなんていうかな、なさせられてるっていうような状況なんですね。で、まずもうここで一つの罠にはまってしまってるっていう部分があります。自分で職を求めたっていうようなこともあって、その後抜け出しにくいっていうこともあります。で、しかも行った先でですね、雇い主、当然住み込みだったりとかするので、そういうところでまたそこでもぼったくりなのがあって、で、だんだんなかなかその借金自体が返済できない。かったりとかして、ひどい労働条件の中で働かなくてはいけない。なかなか借金の返せるような、そんなたくさんなんて全然稼げないっていうような状況に陥っても、なかなかそれに対して抵抗できないっていうような、そういう状況にさせられていくっていうのが、現代の奴隷の今一番多いパターンです。はい。で、しかも、これによって、儲けてる人たちっていうのが当然いるんですね。ただ働きをさせたら当然儲かりますので、そういった、犯罪産業、これは本当に麻薬取引に次いで、悪の産業としてですね、もうちょっとこれ、1500億ドルとかって想像しにくいんですけれども、こういう産業になっています。ということで、なかなかこれに対抗して撲滅を図っていくというのが難しいということです。はい、で日本における人身取引の話に入っていきますけれども、この左側にあるのは今年から駅とかでもしかしたら見かけるかもしれません。政府が作っているチラシなんですけれども、人身取引、日本にもありますよっていうようなことで、皆さんに注意を呼びかけているものです。
で、日本にも何万人か隠れた被害者はいるっていうふうに言われていますけれども、そのうち、1年間でですね、2019年に保護された被害者というのは47人。決して多くないんですけれども、それでも毎年必ず何十人かは保護されている被害者が出ているということですね。で、日本の場合はちょっと特徴的で、労働搾取がゼロ、男性もゼロ、いても1、1、2、2、3人っていうような年が多いです。これは一つにはですね、労働搾取の人身取引というのがとてもなかなか見つけにくいっていうこともあって、日本政府はなかなかそれが見つけられていないっていう状況です。そういうのがあります。で、その具体例としていくつか挙げていきたいんですけれども、まず性的な搾取としては、外国人女性に、要するにですね、さっき言ったように、たくさん稼げるよっていうことで、半分騙したような感じで日本に連れてきて、普通の工場とか、ウェイトレスとかそういう仕事だって言って、連れてくるんですけれども、ホステスの強制労働をさせられたりとか、売春を強要されたりっていうことが起きています。それから日本の少女たちの場合ですね、特に18歳未満の児童の場合、JK 産業ですとか、あるいは援助交際などから児童買春という、そういう被害に遭ってきたりとかもします。ここに書いてますけれども、国連の定義では、児童買春というのは人身取引にあたります。それから、児童ポルノの被害もあっています。それから恋愛関係で女性を騙すっていう、そういう手口も非常にあるので、若い女性たちは本当に気をつけていただきたいなというふうに思うんですけれども、なんか恋人関係になった後で、風俗で働かせる、実は風俗で働かせるための目的を達成するために近づくっていうことも、稀にありますので、そういうことだったり、あるいはホストクラブに、連れて行って疑似恋愛に持ち込む。で、借金を作らせて風俗で働いて返済するように迫るとか、そういった事件も起きています。それからもう一つ、似たようなことではありますけれども、AV、アダルトビデオに出演を強要するという問題が今あります。最初はモデルやタレント事務所を装ったスカウトなんですけれども、それが実はアダルトビデオに出演を強要されるうまい手口でこう騙されてしまうような、そういう仕組みになっている。で、ちょっと弱みをいろいろ握られてしまって、抵抗もできないっていうような被害が本当に今100件、200件という単位で年間相談が寄せられているというふうに聞いています。それからですね、性的なものはこれぐらいで、あと労働搾取という分野なんですけれども、さっき言いましたが、日本は労働搾取の人身取引、あまり摘発されていないっていうふうにお伝えしました。なんでかっていうと、一つには技能実習制度の中での、奴隷労働が多いっていうこともあるんですね。これは実は技能実習制度っていうのは国がやっている制度で国際貢献というのが建前です。けれども、実際には、人手がない分野にきつい仕事だけれども、低賃金で雇うための方策になっているところがあります。で、彼らもやはり、来日前に借金、本当にひどい場合100万円以上の借金を簡単に返せるっていうようなことでですね、送り出し機関に言われて、借金をしながら来るんですけれども、来てひどい、もうここに奴隷的な労働環境と書いてますけれども、こういったことが起きつつも、実はこの制度は転職ができない制度になってるんですね。そうすると、なかなかこれ転職できないってことは、もう辞めたかったら帰るしかないっていう、そういう状況に置かれてますので、なかなか声が上げづらい、見えにくいところで、このような奴隷的な労働環境で働かされているという状況があります。それから留学生も似たようなことなんですけれども、こちらはまたビザの関係で、週の28時間までは就労可能、アルバイトができます。で、本末転倒ではありますけれども、働いて返せばいいっていうこともあって、出稼ぎ目的で、留学生としてやってくる人が増えている。ところが、払わなくちゃいけないものがありますから、借金がなかなか減っていかないということで、この28時間の制限というのが足かせになって、これを破ってしまうと、実は違法就労、あるいは違法滞在みたいなことになってしまうんですね。で、そういうようなこともあるので、なかなか、もしひどい状況であったとしても、抜けられない、相談、通報ができないということになってきます。じゃあ私たちこの状況に対してどういうことができるか。
ていうことを考えたいんですけれども、その前に、この現代奴隷人身取引の被害者と言われている人たち、一体何をしているかっていうことを考えてみると、実はこの人たち、みんな何かしらを作る、そのプロセスの中で働いているっていうことなんですよね。私たちの身近な商品の製造に携わっているということが言えると思います。そうすると、すごく私たちにとって実は身近な問題だということなんですね。で、もう一つここで SDGs さっき3つ挙げましたけれども、もう一つ、目標12というところには、作る責任、使う責任ということで、作る側の企業の責任、それから使う側の消費者の責任ということを問っている目標があります。必ずしもその人権のことだけではないんですけれども、こういったことで、私たちエシカル消費、持続可能な消費というのを消費者に向けては、言っていきたいなというふうに思っています。で消費者、私たちですね、ブランドや商品を選ぶ実は力があるんです。消費者っていうのは一番力があるっていうふうに思ってください。で、この私たちの選択の自由があるので、それによって何を選ぶかによって、製造している人たちの生活を変えることができる。そういう力を私たちは持ってるんですね。で、フェアトレードの商品を選びましょうっていうことを私たちは提案しています。なぜなら、フェアトレード、こういったマークがついているフェアトレードの商品っていうのは、必ず、いくつか本当に厳しい基準、いろいろな、環境的な基準もあるんですけれども、その中に児童労働や強制労働を禁止する、人身売買などが起きていないことを必ず基準をクリアしなくちゃいけないということになっていますので、フェアトレードのものを買うっていうことは、一つ、この人身取引や現代奴隷制の解決に向けて、私たちが実際にできるアクションでもあるんですね。で、そういう場合に、この商品を選ぶのに、グリチョという、これは私たちが属しているそのネットワークで作っているサイトなんですけれども、こういったところを参考にしていただいたり、あるいは楽天のエシカル商品のサイトが、アースモールというのがあるんですね。で、こちらなどにもこのマーク見えると思いますけれども、エシカルな商品が並んでいますので、よかったらぜひ参考にしてみてください。で、私はいつもこれお願いするんですけども、フェアトレードの商品っていうのは、あるんですよ。日本にも結構出てきてるんですけれども、まだまだなかなか種類も少ないし、また高かったりするんですね。なので、全部フェアトレードにしようというのは、まずチョコレートとかたくさん出てるけれども、全部っていうのはちょっと苦しかったりとか、お財布が気になったりとかするんです。だけども、10回に1回でもいいとかいうふうに考えると、もうちょっとこう気楽に取り組めるんじゃないかなっていうふうに思うんですね、皆さんね。で、みんなじゃない、1人で10回全部フェアトレードっていう風になると苦しいけれども、みんなでちょっとずつでいいから、やってみようっていう風にしてみたらどうかなっていうのが、一つ提案、NFSJ でしたいなっていう風に思っています。はい。そして私たちエシカル商品の、ガイドブックというのも、出しています。こういう風にですね、これですね。こんなリーフレットを作りました。で、これもダウンロード、ウェブサイトからダウンロードして、印刷とかして使っていただけますので、ぜひこういったものもですね、参考に、ちょっとだけですけれども、解説書いてますので、参考にしてください。はい。それから、通報や相談ですね。もしも自分が、あるいは身近な人が、これもしかしたら人身取引じゃないのとか、強制労働的な、労働じゃないかとか、なんか削除されてるんじゃないか、みたいなことを、思うようなことがあったらですね、泣き寝入りをしないで、いろいろ公的な機関、あるいは支援団体などもありますので、そういったところにぜひ通報だったり相談だったりするっていうことを考えていただきたいなというふうに思います。そして最後に、今からですね、本と映画の紹介少しだけしますけれども、そういったことだったり、いろいろな形でですね、学んでいっていただければいいな。そして皆さんご自身の問題として考えて、でそしたら今度は伝えていく、発信していくっていうようなことをアクションとしてしていっていただけると嬉しいなというふうに思います。で、この、本と映画の紹介ということで、去年の夏ですね、14の本と、合わせて本と映画紹介しているものが、ウェブサイトの方に載せてありますので、ぜひそちらの方も参考になさってください。はい。ということで、駆け足になりましたけれども、これでミニレクチャーの方を終わりにいたします。どうもありがとうございました。